このチャンネルでは英語と韓国語を分かりやすくレッスンしていきます。初級から上級まで全て網羅していますので、チャンネル登録をして英語と韓国語をマスターしましょう。今日はハングルの3回目のレッスン、連音化編です。では早速その連音化というものがどういったものなのか説明していきます。前回の2回目のレッスンではパッチムを習いましたよね。そのパッチムは実は連音化というルールがあるんですよ。これも初心者や独学の人にとってはなかなか難しいルールとなってます。ではこれを簡単に説明すると、書かれている文字と読まれている文字が違うってことなんですよ。わかりやすくするために日本語で具体的に見ていきましょう。例えば大阪です。ひらがなで書くとおさかと書きますが、これを読んでみると大阪となり音が変わってきますよね。誰もおさかと読む人はいないですよね。他も見てみましょう。この文字昨日はどうですか？書くときは昨日と書きますが、読むときは昨日と読みますよね。これも昨日とは読みませんよね。そう、日本語にも連音化があり、皆さんも自然とやっているのです。ルールさえ覚えれば難しくないですよ。それでは連音化の中身に入っていきましょう。まず復習としてこの韓国語を読んでみてください。一つずつ読むとハン、グク、オとなりましたよね。でも連音化のルールに従って韓国の人たちがこれを読むとハング語となります。他にも韓国で有名な食べ物トッポギなどもそうです。ではこの文字を読んでみてください。これも一つずつ読むとトッポイと読めますよね。でも韓国の人がこれを読んでみるとトッポッキとなり、最後の音がギの音に変化しているのが分かりますよね。ではなぜイではなくギの音に聞こえるのか、詳しく見ていきましょう。まず押さえてほしいのが、この連音化というのは前回のパッチムの続きの話だってことなんですね。パッチムには確かそれぞれ音がありましたよね。さらに連音化というルールが適用されます。そしてこの連音化には2つのルールがあります。この2つさえ覚えてしまえば読めてしまうので、しっかり聞いててくださいね。1つ目のルールが、パッチムは右の文字の子音の部屋に移動するというルールです。では先ほどのトッポギを使って見ていきましょう。1文字目のパッチム KG は隣の文字の子音の部屋に移動しようとします。でも子音の部屋には1文字しか入れないので KG のパッチムは移動できない状態なんです。イメージとしては移動したいけど移動できないって感じです。では2文字目のパッチムを見ていきます。ここではパッチムが2つありますよね。そう、KG と KG の同じパッチムが2つあります。このパッチムも連音化のルールに従い、右の文字の子音の部屋に移動しようとします。では右の文字の子音の部屋にはどんな音がありますか？そう、この丸の子音は音がない子音でしたよね。すなわち部屋が空いている状態なんです。ただここで問題なのが、パッチムは2つあるのに子音の部屋は1つしかないことなんです。ここで必要になるのは連音化の2つ目のルールです。2つ目のルールは、パッチムが2つあるときは右側のパッチムが右の文字の子音の部屋に移動するというルールです。ですのでこの2つのパッチムの右側のパッチムが移動することになるんですよ。このルールに当てはめて読んでみるとトッポギとなりますよね。これで韓国の人と同じように発音できますよ。簡単でしょ？
ではまとめてみましょう。連音化のルールは1つ目、パッチムは右の文字の子音の部屋に移動する。2つ目、パッチムが2つあるときは右側のパッチムが隣の文字の子音の部屋に移動します。この2つのルールを覚えれば連音化はほぼマスターしたと言っていいでしょう。それでは違う文字を使って練習してみましょう。韓国語で美味しいですはこう書きます。これも今まで通り読むとま、い、およとなります。ですが今回習った連音化を使った場合、正しい音はどうなりますか？そう、一つ目の S のパッチムは右の子音の部屋に移動し、二つ目の2つの S のパッチムは右側の S のパッチムが隣に移動しますよね。大丈夫ですよね。そうするとマシッソよとなりますよね。どうですか？皆さんもこれで韓国の人と同じように文字が読めるようになってるはずです。このように韓国語を読むには連音化のルールを理解する必要があります。ではさらに練習してみましょう。この文字はどう読みますか？そう、まず一つ目のパッチムは右の文字の子音の部屋に移動しようとするんでしたよね。でも部屋は一つしかないから右側の KG のパッチムが移動しますね。そうするといるごよとなります。意味は読みますという意味になりますよ。それでは最後にもう一ついきましょう。これはどう読みますか？もう簡単ですよね。右側のパッチムを移動させるだけ。これで앉아요と読みます。意味は座りますという意味になります。どうですか？ルールさえ分かれば難しくないでしょ？さあ、連音化も後半戦です。もう少し頑張ってみましょう。それでは少し応用して問題を解いていきましょう。ではこれはどう読みますか？パッチムが右に移動しようとするけど右の子音の部屋が空いてないので R のパッチムも KG のパッチムも移動できない状態ですよね。これ無理じゃないってなりますよね。ではこの場合どういう風に読んであげればいいのか。このようにパッチムが2つある場合はどちらか一方しか読めません。ですのでどちらか優先順位を決めます。そのルールが前に習った子音が必要になります。確か子音は14個ありましたよね。その子音の順番の早い方を優先して読んであげます。子音の順番なんて覚えてないよって人のために子音の表を見ていきましょう。さっきのこの文字を見たときに左のパッチムは4番目に来てますよね。そして右側のパッチムは1番目ですよね。すなわち1番目のパッチムを優先して読んでいくので R のパッチムを読まずにこれはいくたとなります。でも書くときはこのようになりますので注意してくださいね。子音の順番は日本語で言うあかさたなと同じです。この順番を覚えないと辞書を引くときやスマホでメッセージを打つときに打てなくなってしまうので順番は覚えてしまいましょう。では最後にもう一つだけ練習してレッスンを終わりにしましょう。これはどう読みますか？動画を一時停止して考えてみてもいいですね。どうですか？できましたか？そう、左のパッチムも右のパッチムも移動できない状態です。その場合は子音の順番に従って優先順位を決めていくんでしたよね。子音の表で確認してみると左のパッチムは2番目、右のパッチムは9番目、すなわち2番目のパッチムを優先してあげます。そうすると図にあるようにあんたと読むことができますよね。これは座るという意味になってます。はい、どうでしたか？今日のレッスンはこれで終わりです。
これが連音化のルールになります。ルールを覚えてたくさんのハングル読んでいくと自然と読めるようになってくるんで、どんどん読んでみてくださいね。そして次回のレッスンはハングルの最終回です。ここで少し頭を整理しておきましょう。ハングルは4つの構成から成り立ってましたよね。1つ目、母音子音。2つ目、パッチン。3つ目、今日習った連音化。4つ目、最後のレッスンの合成母音となってます。今回までの3回のレッスンで韓国語の約7割ぐらいが読めるようになってるはずです。ですので残りの3割の合成母音をマスターして全てのハングルを読めるようになりましょう。合成母音嫌い、わけわからんって言う人よく見かけます。まあ次回のね、私のレッスンを楽しみにしててください。すごいと思う目から鱗のレッスン内容になってます。自然と合成母音が読めてしまうレッスンになってますので、しっかり今日までのことを復習して次回のレッスンでお会いしましょう。